皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、どんな映画が好きですか？アクション、ホラー、コメディ、ラブロマンス。今日は映画の話をしようと思います。映画の話をするときによく使う日本語を今日は使います。だからよく聞いてくださいね。今日のテーマは4つ。トピックは4つ。1つ目は、映画をよく見ますか？映画をよく見る。2つ目は、家で見ますか？それとも映画館で見ますか？映画は家で見る派？それとも映画館で見る派？そして3つ目は、好きな映画について。そして最後、4つ目は、おすすめの映画です。おすすめの映画。じゃあ、まず皆さん、映画をよく見ますか？私は2、3ヶ月に1回くらい見ます。正直、一人だとあんまり見ないです。ネットフリックスで気になる映画とか面白そうな映画を探してマイリストに入れるんですけど、結局見ないですね。結局あんまり見ないです。皆さんはどのくらいよく見ますか？皆さんは映画を家で見ますか？それとも映画館で見ますか？どっちが好きですか？私はよく家で見ます。私はよく家で見ます。だけど、本当は映画館で映画を見るのが好きです。でも、やっぱりお金がね、日本の映画館はだいたい2000円しますね。大人一人2000円です。でも、いろいろな割引があります。割引。例えば、シニア割。これは、60歳以上とか65歳以上の人は、安く映画を見ることができますよっていう割引です。あとは、週に1回とか月に1回、映画でみたいな日があって、その日はいつもより安く映画を見ることができます。結構いろいろな割引があります。私にとって2000円はちょっと高いんですけど、でもやっぱり映画館でこの大きなスクリーンで映画を見るのはいいですよね。楽しいです。そしてポップコーンを食べながら映画を見るのも私は大好きです。映画館の雰囲気は結構好きですね。でも私は映画館でポップコーンを食べるとき、結構周りの目を気にしちゃいます。周りの目を気にしてしまいますね。なんかこのポップコーンを食べる音を気にします。だから映画が静かなシーンの時はポップコーンを食べないで、音が大きくなった時、例えばアクションシーンの時に一気に食べます。バーってポップコーン。今のうちに食べよう。だからそうですね。家で映画を見るときは周りの人の目を気にしなくていいから楽ですね。楽です。あと、いつでもトイレに行けます。トイレに行きたくなったら映画を簡単に止めることができるからいいですね。家で見るのは楽です。どっちが好きかな？私は家で映画を見る方が好きですね。やっぱり楽です。いつでも見られるし、いつでも見るのをやめることができるからいいですね。私は映画を家で見る派です。皆さんはどっち派ですか？家で見る派？それとも映画館で見る派？じゃあ次、3つ目。好きな映画は何ですか？私はこの答えがもう決まっています。私が好きな映画、私が大好きな映画はスタジオジブリの映画です。スタジオジブリ。
聞いたことありますか？きっとみんな聞いたことあると思います。ジブリ。有名なのは、全部有名だと思うんですけど、一番有名なのは多分、千と千尋の神隠しという映画です。そう。これは2001年に公開された映画です。2001年に公開されました。見たことありますか？もしまだ見ていなかったら、ぜひ見てみてください。おすすめです。本当におすすめです。この映画の監督は宮崎駿監督です。そう。私はこの宮崎駿監督の映画が大好きです。これはアニメ映画です。アニメ。だから俳優はいなくて声優が演じます。声優が演じます。俳優は自分の声とか顔とか体を使って演じます。そして声優さんは声を使って演じます。そう。そして俳優は女の人の俳優は特に女優ということも多いですね。女優さん。そう。話を戻すと、私はスタジオジブリの映画が大好きです。本当はもっとこのジブリについて話したいことがたくさんあるんですけど、長くなりそうなので、ここでやめます。そう。皆さんは何の映画が好きですか？皆さんの好きな映画は何ですか？どんなジャンルが好きですか？ジャンル。アクション、スリラー、ホラー、コメディ、ラブロマンス、ラブコメディ。これは短くしてよくラブコメと言います。ラブコメ。あとは SF、ファンタジー、アドベンチャー、あとちょっと待って。アクションは言ったし、ミュージカルとかドキュメンタリー、あとサスペンス、あとは感動系、泣ける映画です。涙が出る泣ける映画、感動系の映画。皆さんはどんなジャンルが好きですか？私はコメディ、ラブコメ、あとはファンタジー、感動系、泣ける映画が好きです。楽しくて明るい映画が好きですね。ホラーとかサスペンス、スリラー、アクションは苦手です。怖い。私はただ映画を見ているだけなのに、私も映画の中に入ってしまう感じです。そう。映画のキャラクターになってしまう感じがします。そう。だからホラーとかサスペンスは苦手ですね。皆さんはどんなジャンルの映画が好きですか？世界でどんな映画が人気なのかなと思ってネットで調べてみました。そう。まず一番に出てきたのがアバター。そうそう。これはアメリカの映画ですね。2009年に公開された映画です。SF 映画かな？人気みたいですね。ちょっと難しい言葉なんですけど、興行収入ランキングというランキングで、この映画は1位でした。1位。この興行収入ランキング。難しいんですけど、簡単に言うと、たくさんの人が映画館に行って、この映画を見たということです。そう。映画館に行ってお金を払いますね。そう。このお金をたくさんもらった映画です。そうそう。1位でした。そう。実は私はこの映画はまだ見たことないです。でも、予告編だけ見ました。予告編。おすすめですか？もしおすすめだったら今度見てみます。そしてあと有名なのがタイタニック。そう、1997年に公開された映画ですね。これも有名ですよね。名作と言われています。すごくもうとてもいい映画
とてもいい映画ですごく有名な映画です。名作と言われています。私も家で5年前くらいに見ました。うん、感動というか、ちょっと胸が苦しくなりましたね。苦しくなりました。主人公の男の子、ジャック、そう、名前はジャック。主人公の男の子、このジャック役を演じている俳優、ジャック役を演じている俳優は、そう、レオナルド・ディカプリオですね。そう、かっこいいですよね。この映画もアメリカの映画ですね。だから、英語を使います。皆さんは外国の映画を見るとき、どの言葉、どの国の言語で見ますか？そう。その映画の国の言葉、その映画の国の言語で見ますか？それとも皆さんの国の言語で見ますか？皆さんのネイティブ言語で見ますか？私はいつもその国の言葉で見ます。だからタイタニックは英語で見ました。でも英語だけだとやっぱり全然理解できないので、私は字幕をつけてみました。字幕、その国の言葉で聞いて、見て、字幕をつけてみます。そう、私は字幕派です。でも吹き替えの映画もありますね。吹き替え、例えばスペインの映画を日本語で吹き替えます。日本語で吹き替えます。私は吹き替え映画はあまり見ないですね。基本的にいつも字幕をつけます。字幕をつけて見ます。そう。皆さんはどっち派ですか？字幕派？それとも吹き替え派ですか？はい。じゃあ最後、おすすめの映画。そう。まず私のおすすめの映画は、さっきも言ったんですけど、スタジオジブリの映画です。全部好きなんですけど、特に宮崎駿監督の作品、映画が大好きです。おすすめです。そう。そういえば、宮崎駿監督の最新作が去年日本で公開されました。そう、公開されたばかりです。最新作。一番新しい作品です。一番最近の作品です。そう、映画です。名前は君たちはどう生きるかです。そう、君たちはどう生きるかです。英語のタイトルは The Boy and the Heron かな。発音がちょっとわからないんですけど、ヘロン。実は私はもう見ました。もう見たから映画の内容を知っています。映画の内容、話を知っています。でも言いません。ネタバレしません。そう、ネタバレはしません。OK。じゃあおすすめの映画は千と千尋の神隠し、あと魔女の宅急便。この魔女の宅急便という映画に出てくる黒猫が可愛いです。めっちゃ可愛いです。そう、ジジという黒い猫が出てきます。そして平成たぬき合戦ポンポコ。この映画の主人公はタヌキなんですよ。動物のタヌキ。そうだから子供向けの映画かなと思ったんですけど、見てみると結構深い話です。深い大人向けの話だと思いました。そう、結構深い話だと思います。そう、じゃあ時間があるときにぜひ見てみてください。そして皆さんのおすすめの映画は何ですか？もしおすすめの映画があったらぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。問題。タイタニックという映画は1997年にされました。正解は公開されました。1997年に公開されました。じゃあまたね。お疲れ様です。